さあいよいよ革新に入ってもらおうかなと思ってるんですけども、カタログも拝見しますとね、もうシリーズ最高の圧倒的な受信性能、これ響きますね。特に僕も DX やってるもんですから、とにかくちょっとでもいい音で細かい信号を聞いてみたい。ここが非常にポイントだと思うし、今までケンウッド使っててやっぱり音が前に出てくるっていう、クリアな音が表に出るって言い方よくしてますけども、そんなところがとても気になって、さあ990はどうなってるのかなと思ってるんですけども、まずポイントはダウンコンバージョンなんでしょうか。そうですね、じゃあ音の話よりもまずダウンコンバージョンというキーワードが出ましたんで、そのあたりをお話したいと思います。今ちょっとそのトレンドって言いますか、そのダウンコンバージョンと言われてますけど、実はこれはですね、先祖返りと言いますか、もともとその、例えばその TS830 にしろですね、受信周波数に対して第一 IF がですね、8メガ台だったとかですね。でその後にその弊社の製品で言いますと、受信機のですね R1000 っていうのがございまして、それが実はその40メガのですね、周波数を使ってアップコンバージョンっていう方式を、世の中に出したと。でアマチュア無線機としては、TS930 がですね、やっぱりアップコンバージョンの HF トランシーバーとして、登場しました。でその時はその、今でもそうなんですけど、そのアップコンバージョンの場合は、いわゆるルーフィングフィルターですね、第一ミキサーの後に入っているフィルターが、帯域がですね、狭くてもやっぱり 3kHz ぐらいまでしか絞れないと。これは周波数が高いせいなんですけど、それでですね、やっぱりその、優秀なミキサーですね、を使っても、例えばその帯域がですね、その後ろの帯域が 500Hz とかに絞れれば、さらに良い性能が発揮できるということでですね、そういうフィルターが使える、低い、IF 周波数ですね、今回990で8メガ台使っておりますけど、それで、ダウンコンバージョンを採用したと。決してダウンコンバージョン方式がいいわけではなくて、狭いルーフィングフィルターを使えるっていうことが一つのキーワードっていうことですね。ですからアップコンバージョンでも、500Hz のフィルターが作れるのであればですね、それはそれで同じような性能がですね出るんではないのかなと思っております。そういうことによってですね、例えばその 100K とかですね 50K、20K 離れたところのミキサーのですね性能がですね、数キロヘルツ、2キロヘルツぐらい近づいたとしても維持できると、それがその狭いフィルターを使うことができる、ダウンコンバージョン方式のですね特徴になります。そのダウンコンバージョンは確かTS590 もダウンコンバージョン方式でお出しになってますよね。それとこの990は何か違いっていうのはどういうふうになってるんですか。TS590 は、実はその主要5バンドと我々申してますけど、1.8、3.5、7、14、21ですね、コンテスト等でよく使われる周波数についてはダウンコンバージョンを採用してますけど、それ以外の周波数ですね、ジェネラルカバレッジのところも含めてはアップコンバージョンでやっております。なんか非常に複雑でですね、なんかもっとすっきりできないのかっていうお話もあるんですが、590の場合はですね、やっぱりその、クラスにおける価格帯っていうんですか、なるべくやっぱり製品の場合にはすごい基本性能をなるべくその、お求めやすい価格帯っていうことがありましたんですから、そのなんていうんですかね、総合的にですね、基本性能を維持しながら、ジェネカバの性能を持ってですね、でお求めやすい価格帯ということで、ちょっと複合的な回路を使用しております。で990の場合はメイン受信部とサブ受信部と、2波同受信、異なるバンドで2波同受信ができるようにしておりますけど、メイン受信部に関しましてはですね、全てのバンドでダウンコンバージョンを採用しております。ここがですね、590との大きな違いになります。その全てのバンドにするっていうのは技術的には難しいんですか。それとも回路的に複雑になるからサブ受信機は
全てのバンドじゃないと、こういうことなんでしょうか。そうですね、やはりなぜそのアップコンバージョンになったかっていうところなんですが、やはりそのジェネカバー受信っていうのが強く求められていましてですね、もちろん DX もやるんだけど、たまにはその短波放送も聞きたいなと、昔ですと、水晶をですね、ビルトインしてちょっとバンドを増やしてとかっていうこともありましたけど、それも1台の受信機をやろうとするとアップコンバージョンの方がですねやりやすいと。それは、第一 IF 周波数がですね高い周波数になるんで、イメージとかですね、そういうスプレー受信が非常になんですかね、通常の部品で実現できますけど、ダウンコンバージョンの場合はですね、やはりそのフィルターもですねかなり切れるようなフィルターって申しますのは、ミキサーの前のですねいわゆる RF バンドパスフィルターっていうところですね、そこにやっぱりいろいろ神経を注いでですね、設計しなきゃいけないというところがございます。ちょっとですね補足させていただきますけど、弊社でダウンコンバージョンと言っておりますのは、他社さんもそうかもしれませんけど、70メガとかですね高い周波数、第一 IF 周波数を使っている製品をアップコンバージョンと呼ぶことの対比としてですね、8メガ台とか11メガの第一 IF を使っているよっていうことでダウンコンバージョンという言葉を使っています。なるほど。ですから学術的にですねヘテロが上とか下とかっていう意味ではちょっとないっていうのはですねご参考までに説明いたします。今ルーフィングフィルターのお話ありましたけども、今回ルーフィングフィルターが何種類かオプションではなく初めから標準装備になっているわけですね。このメイン受信部の場合には、270Hz とそれから 500Hz ですね、それから 2.7kHz、6kHz と15kHz ですね、この5個のルーフィングフィルターが最初から入っております。今までルーフィングフィルター入ってる機種を使っててですね、帯域の広い時が感度がよく感度がいいように聞こえる、つまり、S メーターのもあるし、原因が高くなってフィルターが狭くなっていくと感度が落ちるような雰囲気を感じることがあったんですけども、この機械はどういうふうになってるんですか。一つはですね、やはりその帯域が狭くなっていくと、全体のそのノイズの量がですね減ってきますんで、それで例えばちょっとノイズっぽいようなシチュエーションですと帯域絞ることによってですねノイズが下がっていくということはあると思います。もう一つはルーフィングフィルター、5種類と言いましたけど、それぞれロスがですね、通過ロスが違いますので、この TS990 の場合はですね、それぞれのフィルターのロスに合わせて、全部補正をかけております。ですから、通常はですねルーフィングフィルターがオート設定、要は最終通過帯域の DSP の帯域に合わせてですね一番最適なフィルターを選べるようにしてますけど、最終 IF の通過帯域を固定にしておいてですね、ルーフィングフィルターを切り替えた場合でもですね、ほとんどですね原因の変化がないような形で設計しております。そのフィルターというところで見ていくと、ルーフィングフィルターがあって IF があってオーディオフィルターもこれも連動してできるようになってるんですね、これ。そうですね、今回の製品はやはりそのフラッグシップっていうところもありますので、590ではですね対応しておりませんでした、フィルターのですね、シェイプファクターの切り替えですね、要はそのフィルターが、ちょっとその裾が広い、中間ですよ、ちょっと狭いよっていう切り替えと、あとそのオーディオのフィルターもですね、通常その、IF のフィルターと同じ幅で、後ろの方にフィルター入っておりますけど、ちょっと広めだとかですね、ちょっと狭めだとかですね、切り替えられるようになっております。あんまりシャープ出すとね、ちょっとどうかな、なんとなくアナログっぽい音がいいっていう人もいますよね。そうですね、僕もそれなんですけどね。実はDSP を採用するようになってから、やはりそのDSP のフィルターって演算でやっておりますので、アナログではですね、できないようなこの切れ具合っていうんですか、になってきます。ある意味ですね、フィルターっていうのは四角い箱が理想的だっていうふうなお話もございますけど、実際にその無線をやる場合にはですね、
ちょっとやっぱり裾が聞こえてた方が周りの状況が分かって、分かりやすいっていうお話でございましてですね、今回の990の場合は、メイン受信部だけでなくてサブ受信部もですね、そういうフィルターの切り替えがですね、できるようになっておりますので、シチュエーションに合わせて、切り替えて使っていただければと思っております。マニアックな人たち、私もそれの部類かもしれませんけれども、ついそのミキサーのノイズを含めて SN だけじゃなくて CN とかですね、いろんなことを言い始めるんですけども、はい、その辺のミキサーの工夫も随分されたということですけども、はい、ミキサーについてはですね、弊社でTS950 の時に開発しましたいわゆるクワッドタイプのですね、JFET を4つ使ったですねミキサーをずっと使っております。デバイスの種類はですね、昔2SK125 とかありましたけど、もう最近でチップの製品に変わっております。ただミキサーの場合はですね、さすがにプラス 40dBm のインターセプトは取れませんもんですから、今回ですね、やっぱりフラッグシップっていうのはプラス 40dBm っていうのはですね、今同等の言葉だと思うんですけど、その性能を実現するためにですね、今回の TS990 用に新規に開発いたしました。ミキサーの形としてはですね、いわゆるクワッドタイプのものではなくて、信号をですね、当然ミキサーですからスイッチングしますけど、グラウンドに対してオンをさせるようなですね、そういう形式のミキサーを採用しております。CN ってよくおっしゃる方がいるんですけども、分かりやすく言うとそれは実感としてどういうふうに感じるものなんでしょうか。 CN が良いというのは。そうですね、ちょっと乱暴な言い方をしますが、何かキャリアが出ててですね、で強いキャリアでその遠くの方からダイヤル回してきてですね、ピーっていう音がする前にザーっていう音がしますけど、ザーっていう部分がですね、CN っていうふうに思っていただければあながち間違いではないかな。ただですね、ただ SSB なんかですとその変調のそのスプラッターとかいろんなのございますので、キャリアに対して近づけていった時っていうことになります。ただこの場合もですね、ザーって言ってるのが相手局のザーなのか自分の恐喝のザーなのかっていうのがですね、なかなか難しいところなんで、実際にその、TS990 でもCN 特性は実測例をですね、載せておりますけど、これCN を測定する測定器ございまして、それで測定した値を載せております。その CN 比というんでしょうか、よくマニアックな人たちの中ではですね、やっぱり CN がよくないとダメだよなっていう話があるんですけども、このカタログ拝見しますとね、高い周波数を分集し高 CN を実現する新開発の VCO 分集型第一極圧と、極めて難しい話なんですけども、この辺をですね、もう少し具体的に分かりやすく教えてもらえますか。どうしてもこの製品の場合ですね、パネルパッと見たところのこういうその、液晶の機能だとかですね、どうしてもそこに目が行きがちなんですけど、コンセプトのところでお話したように、やはり基本性能に対してですね、やっぱり一番力を入れておりまして、極圧といいますとですね、メインと受信のサブの2つの受信部がありますので、2つの極圧を持っているということは同受信ですからありますけど、一般的にはですね、送信する場合にはそのどちらかの極圧で送信の極圧に当てるということが一般的だと思います。ただ今回のですね TS990 では送信はですね、送信専用の極圧を持っております。従いましてメイン受信部用に1つとサブ受信部用に1つと送信用に1つと結局3つですね、極圧回路を持っております。でその中でメイン受信部に関してはこれはやっぱりちょっとフラッグシップなんでちょっと普通のやつでは面白くないなっていうことがございまして、実はですね普通の PL でございますけれども、極発をですね実際に必要な周波数よりも高い周波数を発信させております。で高い周波数を分集することによってですね、いわゆる CN が良くなりますので、だからそのメイン受信部に関してはそういう形を取ることによってですね、さらに良い CN を提供したいと。
でDDS ダイレクトっていう方式はですね、よくお聞きになっていると思いますが、DDS ダイレクトの場合はですね近接の CN はですね、非常に優れております。ただやっぱり理論的にですね、量子化誤差がございますので、細かいスプリアスがですね出るんですね。ということでなぜその第一極発に、VCO がPLL を採用したかというと、PLL の場合にはループフィルターが入っておりますので、そのループフィルターによってですね、いろんなものがきちんと抑え込まれるということがございまして、でさらに分集することによってですね、DDS のようなCN の良さと、通常のその、PLL タイプのですねすっきりした感じっていうんですか、なんとかそれを両立できないのかなということで、第一極発受信の方はそういうタイプを使っております。でサーブについてこれは TS590 をですね、ブラッシュアップして入れておりますので、590と同じですね、DDS ダイレクトの極発を使っています。ちょっと細かいスプリアスについてはですね、いろいろ手法を使ってですね、なるべく目立たないようにしております。から送信についてはですね、これは通常のですね、普通のPL を使用しております。送信の最終 IF がですね、70メガ台を使っておりますので、高い周波数のVCO が必要になりますので、通常タイプを使っていると。これによってですねそれぞれにふさわしいっていうんですか、一番良くなるような形にしております。その辺あれですね、実践で後でちょっと聞いてみたいのと、実際にねお使いになる方は送信のね、どうですかこの音はっていろんなレポートをもらったりする楽しみが増えますね。そうですね。あと受信で一番使ってても大事だなと思うのは AGC の特性ですね。はい、でやっぱり電信の時はファーストにし、SSB の時は、ラグチューする時はスローにし、ミディアムもあると思うんですけども、 AGC の工夫ってなんかどういうふうになってるんですか？AGC については、単純に言いますとですね、ある一定以上のレベルの信号であれば一定の音量になるようにその受信機全体のゲインを制御するっていうことではあるんですが、一番難しいのはですね断続するような信号ですね。例えば CW なんか特にそうだと思うんですけど、CW の断続する信号に対してきちんとアタックをしてですね、きちんとリリースをすると、そういう特性はですねなかなか作るのが難しいっていうのはどの製品でもそうかもしれませんが、ルーフィングフィルターの帯域幅と最終通過帯域ですね DSP で決まる帯域は必ず1対1ではなくてですね、あるところではルーフィングフィルターの広い帯域が存在するんですね。そうすると狭い例えばDSP が 500Hz だとして、前の帯域がですね 2.7kHz だとすると、そこの間がありますよね。で間から入ってきた信号に対しても AGC をかけなきゃいけない。ところが間に入っている信号っていうのは実際に受信はしておりませんので、そこで AGC をかけると実際の信号も下がってしまうわけですね。それが下がらないように実は DSP の中でいろんな補正をやっていると、そういう技を使いながらですねなおかつその CW のアタックに対してきちんと AGC を応答させると、そこは非常に私どもで言えばその DSP 屋さんのですね腕の見せ所っていうんですか、かなりシミュレーションだけじゃなくてですね、実際に設計したものをやはり実際にアンテナをつないで、自分の耳で確かめてチューニングしていくと、そういう過程を経てですね、作っております。で目指すところはやっぱり昔でいうトリオトーン、今ですとケウンドトーンっていうんですかね、皆様からよくいただいている言葉としては聞き疲れがしないねと、コンテストで長時間使っててもね、耳が痛くならなくていいよっていう、それは我々が目指している音なのかなという考えております。音のお話でいくと最初に表に出る音とか僕らよく言うんですけどね、でよく聞いてて同じように聞こえるんだけどもなんかふっと前に出てくるそんな感じをですね、僕なんかはそれがなんかケウンドらしいというふうに感じてるんですけども、
そこはですね、難しいですね。なんかその数字では表せないような部分ですよね。もしそういうふうにお感じになっていただけているとすれば、なんか我々の目指している音作りがですね、皆様にそういうふうに聞こえているのかなと、逆にお褒めの言葉というふうに我々としては理解したいなと思っております。ただオーディオだけの特性じゃないような感じを受けるんですね、トータルの部分で。だからいろんなものをいろんな無線機使って自分の音作りをしようと思って一生懸命そのイコライザーを使ったりですねしながら聞きやすい音作りをしてもやっぱりケウンドさんの音っていうのはちょっと独特なこういい感じで聞こえてくるんですよ。ありがとうございます。ちょっとその、話はずれるかもしれませんけど、スピーカーでですね、ライブスピーカーでもお聞きになる機会があると思うんですが、我々としてはそのヘッドホンだけの音じゃなくてですね、筐体の音も非常に大事にしておりまして、そのいわゆる機構設計の場面においてですね、シミュレーションといいますと DSP とか回路が一般的ですけど、機構に対してもシミュレーションをかけておりまして、例えばこの製品ですとこの天板ですね、天板に対するですねこうネジの位置だとかスピーカーのグリルございますよね。このスピーカーグリルの形状とかもですね作ってみないと分かんないよっていうことで困りますんで、作る前からのシミュレーションをかけましてですね、天板の振動がこういうふうになるんで、じゃあここにネジを置いて振動を抑制しようとかですね、そういうふうな作業をやっています。でこれよく見ていただくとですね、このネジの位置がセンターより若干ずれてますよね。こういうところが、実はノウハウだったりするんです。そういうことなんですか。これは決してなんかズボラしてですね真ん中がずれちゃったっていうわけではないんですよ。いやそこまで音作りっていうのはこだわってらっしゃるとなると、ついね我々っていうか僕はなんですけども、自分でオーディオ出力から別のオーディオアンプを通して、別のスピーカー鳴らしちゃいとかですね、いろいろやるんですけど、そんなお話聞くとなんかこのままやっぱりじっくり聞いてみたくなりますね。ありがとうございます。いろいろな楽しみ方ございますので、後で出てくるかもしれませんけど、その外部にオーディオを出すという点についてはですね、かなりこれもちょっとこだわりを作ってやっておりまして、こういうクラスの製品ですとどうしても DX っていう言葉だけがキーワードになりますが、やっぱり最近オーディオのですね、なんですかね、Wi-Fi SSB といいますか、こだわりを持った運用される方もおられますので、そのような方にもですね楽しんでいただけるような仕組みになってます。なんかその辺の仕掛けもいろいろあるようですんで、次のパートでねいろいろお聞きしたいんですけど、もう一つ、その受信に関しては高周波アンプですね、でこれが1段2段になってる機械もあるんですけども、ケンウドさんは見た目は1段ですけども、これはどういうふうになってるんですか。弊社の製品はプリアンプのオンオフしかついておりませんけど、ほとんどの製品でですね、21.5 メガを境にしてですね、それより高い周波数ですとゲインが高いプリアンプを使用すると、でそれより低い周波数ですと、ゲインよりもそのダイメクテンジっていいますか、そういう特性に優れたアンプを使用することを内部で切り替えるようにしております。それはプリアンプを2つ持ってるってことですか。この TS990 のメイン受信部の場合には、2個持っておりまして、それを切り替えております。でサブ受信部の方はですね、1個のアンプの、NF を切り替えることによってですね、ゲインを変えております。いや随分ね細かい工夫があって早く使ってみたいなと思い始めてるんですけども、その音の話に関してはこれは送信を含めてとてもハイファイマニアが多いですから、そうですね、私の友達もそうですし私自身も実はかなり凝ってる方ではあるんですけど、次にまたじっくりとそのあたりを次のパートでお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。